緊急速報。意識高い系インテリたちの陰湿なマウント合戦が通りすがりの野良猫に全録音され、国民的文学として晒された挙句、当の猫本人は宴会で泥酔し、水亀から強制ログアウトする事態が発生しました。皆さんこんばんは。国語対話の時間です。ナビゲーターの MC です。猫さん、本日は夏目漱石の我が輩は猫であるですね。私、原点の美しい情景をイメージしてイラストを描いてみたんですよ。自信作です。不合 MC 氏、これは画面全体からにじみ出るこの狂気に満ちた不穏なオーラ、実に見事な伏線ですね。これは特定界隈がざわつく印鑑ですな。原点の記述にある抗えない不条理な強制フェードアウトの結末を完璧に暗示していますぞ。いやいや、ただの可愛い猫ちゃんの日常風景を描いたつもりだったのに、なんでこんなサイコパスの精神世界みたいな夢に出そうなヤバい絵になってるんですか？学術的に言えば近代というシステムのバグから目を背けたものの末路を無意識化でキャンバスに叩きつけた結果ですかな。はいはい、時間切れです。怖い解釈しないでください。それじゃ早速本編に行きますよ。さあ、ここからは真相究明のコーナーです。今回は明治のベストセラー、有名な猫の目線で描かれた物語の全体像を紹介していきますよ。不合。原点を紐解きますと、この主人公である猫、最後まで名前が与えられなかったという事実をご存知ですかな。まさに匿名のオブザーバーとして人間差外という巨大なサーバーを監視続けたわけですぞ。ずっと名前なしだったんですか？それはちょっとミステリアスですね。物語の序盤、名もなき子猫はくしゃみ先生の家に拾われます。お産という下女には何度も捨てられそうになりますが、先生の気まぐれで何とか候させてもらえるんですよね。なんだか運命の出会いって感じです。これは特定界隈の有識者がざわつく展開ですな。つまりくしゃみ先生は気まぐれな塩対応を繰り返しながらも、最終的には家という劇場への出入りを強化する運営側ですぞ。そしておさんは新規ファンを6期に排除しようとする古参マウントを取る厄介トップオタそのものですな。ちょっと待ってください。運命の出会いがなんで地下アイドルの討伐とした縄張り争いみたいになってるんですか？要するにただのどんくさいお手伝いさんと気まぐれな飼い主ってことですよね。それでも猫ちゃんはけなげに頑張るんですよ。ほう、軟弱な生き物がどのようにけなげだというのですかな。普段はネズミを取らないって言われてたのに、自分の存在意義を証明するために夜の台所でネズミとの大決戦に挑むんです。一生懸命な姿に思わず応援したくなっちゃいます。学術的にはそう見えますが、解釈違いですな。原点の記述によれば、その戦闘は圧倒的な索敵漏れと相手の機動力を無視したガバガバな弾道計算による大敗北ですぞ。おまけに味方であるはずのお産に発見されて嘲笑されるという精神的なフレンドリーファイヤーまで食らう始末。界隈のルール違反、重大な不具合ですな。いやいや、頑張った結果が重大な不具合扱いってあんまりじゃないですか。要するにただのどんくさい失敗ってことですよね。でもそんな彼にもロマンチックな出来事があるんです。不合。生存戦略上の重大なイベントですかな。そうなんです。お隣の美しいメス猫ミケコちゃんとの淡い恋、フェンス越しに見つめ合う二人き、まるで身分違いの純愛物語みたいで、本当に胸が締め付けられます。でも彼女は風をこじらせて永遠に会えなくなってしまうんですよね。切なすぎます。不合。実に見事な事象ですな。しかしこれは単なるクラスター発生の初期段階に過ぎませんぞ。野外という制御不能な環境での接触は未知のウイルスにとってのスーパースプレッダーを生み出すリスクをはらんでいます。彼女の退場はまさに限界突破の毒性を甘く見た結果の完全なるフェードアウトですな。さっきから黙って聞いとったらなんやねんその言い草。不合。MCC？ウイルスとか限界突破とかいちいち夢のない言い方すんなやろがい。ただの風邪やんか。恋する乙女の切ない別れを保健所の報徳書みたいにすんな。だいたいフェンス越しの純愛やぞ。お前には情緒注文がないんか。相手は箱入りのお嬢様なんやから、もっとロマンチックに語らんかいアホ。不合。私の高度な解説が圧倒的な生活感でボコボコに。申し訳ありませんですぞ。ほほん。切ない別れを経て猫ちゃんは哲学的になっていくんですよね。さて、物語の最大のクライマックスです。くしゃみ先生の家に実業家の金田さんの奥さんが乗り込んできます。ほう、資本主義の権力者との直接対決ですな。お手並み拝見といきましょう。そうなんです。でも先生と友達は高慢な奥さんを完全に小バカにして追い返しちゃうんですよね。権力に屈しない先生たち、本当にかっこいいです。やれやれ助かりましたな。原点を紐解きますと、このトラブルは完全に謎のダークマター連星ですぞ。圧倒的な権力という強みに対してプライドとへりくつという限界突破のニンニクをぶち込み、結果的に周囲の生徒たちからの反感という目分量の悲劇を引き起こす。レシピを水見した限界取り木の極みですな。要するに
ただの無計画に突っかかっただけってことですか？判定の平和で自業自得の大パニックじゃないですか。そして結末です。ほう、全てのシステムがシャットダウンされる大団円ですかな。いろんな騒動が一段落して、先生たちはみんなでお祝いの宴を開きます。その宴の後、猫ちゃんは残されたビールを飲んでしまって、誤って水がめにはまって出られなくなってしまうんです。なんだか最後はドタバタしたまま静かにフェードアウトしていく、ちょっと不思議な幕切れですよね。学術的にはそうですが完全に解釈違いですな。これは界隈からの容赦ないお片付けですぞ。アルコールという確率機に手を出した結果、足元をすくわれて沼る。そのまま自力での復帰を諦めて見事にハイエナされての強制ログアウト。コスパ最悪の盛大なやらかし案件ですな。ほんまにええ加減にせえやお前。不合またですか。確率機だの沼るだの、ただのドジをそんな難しく言うな。だいたいビールなんか猫に飲ますな。不節制極まりないおっさんらが酒なんか出しっぱなしにするからこんな大トラブルが起きるんやろがい。片付けもできん大人が偉そうに哲学がたんな。金も時間もドブにしてて最後は猫まで強制エラーってどんなブラック企業やねん。現実見いボケ。不合、私の理屈が主婦の圧倒的な説教でボコボコにされてゆく。ほほん。というわけでいろいろとツッコミどころはありましたが、考えさせられる名作でしたね。次はバックルームへ参ります。皆さんお待たせしました。ここからはバックルームのコーナーです。先ほどのパートでもいろいろありましたが、そもそもこの作品ってどんな時代に書かれたものなんですか？不合、原点を紐解きますと、執筆された明治30年代後半は日露戦争の勝利という国家的な熱狂と押し寄せる西洋の近代化という巨大なパラダイムシフトの狭間で、国全体が一種の躁状態にありましたな。現代で言えば巨大なソフトウェアのアップデートが強行され、ユーザーたちが熱狂と混乱の渦に巻き込まれているような状態ですぞ。へえ、そんな時代だったんですね。新しい文化がどんどん入ってきて、みんながエネルギッシュに未来へ向かっていた、すごく活気のある時期ってイメージです。学術的にはそうですが解釈違いですね。その波に乗り切れない、あるいは乗ることを拒否した一部のインテリ層、界隈でいうところの高等遊民たちは急激な資本主義化に対して深いルサンチマンと神経衰弱をこじらせていましたぞ。彼らの鬱屈こそがこの世界観のベースなのですが、近代資本主義の効率と労働というシステムから合法的にドロップアウトするための最も知性的で怠惰な生存戦略がここに記されているわけですぞ。なるほど。社会の変化に取り残された大人たちのちょっとひねくれた不満が根底にあるってことですね。でもそんな難しい背景があるのに、どうしてこのお話って昔から国語の教科書に載ってるんでしょうか。名前のない猫ちゃんの冒頭とか、お餅を食べて踊り狂うシーンとか、すごく可愛くてコミカルじゃないですか。子供が読むにはぴったりの名作って感じですけど。不合、実に見事な伏線ですね。それは教育界隈の極端なチェリーピッキング、つまり都合の良い部分だけを抽出した結果ですぞ。無垢な動物のフィルターを通したヒューマニズムの金字塔などというのは世間一般の美しい誤解に過ぎないのですな。ではなぜこの狂気的な作品が長年現代の道徳や国語の教科書に採用されているのか。これには深い設定が存在しますぞ。設定ってただ名作だから子供たちに読ませたいってだけじゃないんですか？っていうか、可愛い猫ちゃんの視点を通して動物への思いやりとか社会の矛盾をユーモラスに学ぶための心温まる教育ですよね。命の尊さを学んで優しい大人になってほしいっていう国語の先生たちの熱い思いがあるはずですよ。これは特定界隈がざわつく恐ろしい陰謀論ですが、実はこれ従順な労働力を再生産し理不尽な社会システムに耐えさせるための洗脳プログラムとして機能しているのですぞ。子供のうちから無力なオブザーバーとしての立ち位置を刷り込んでいるのですな。圧倒的な資本力を持つ実業家に逆らえば精神を削られて、最後は悲惨なフェードアウトを迎えるという絶望のチュートリアルなのですぞ。ちょっと待ってください。考えすぎですよ。ただの国語の授業が洗脳プログラムだなんて、いくらなんでも飛躍しすぎじゃないですか。その根拠は何なんですか？要するにただ大人の都合でマイルドに解釈されてるって言いたいんですよね。そんな怖い裏テーマがあるわけないじゃないですか。いいえ、原点のメタファーを紐解きますと、終盤の冷酷なマウント合戦や理不尽な強制ログアウトという毒気を徹底的に不可視化し、ほのぼの日常系だと誤認させているのですぞ。そうやって本来の批判精神という情緒を奪い去り、システムに従属する歯車を量産することこそが支配層たる国家の真の狙いなのですな。
毒気に満ちた後半部分を漂白することで思考停止したまま消費させる。これぞ究極の思想統制ですぞ。いや怖っ、子供に読ませられへんやんか。大人になってから完全版読んでこんな陰湿で救いのない話やったんかってセカンドトラウマを追う仕組みになっとるやろがい。上層教育の皮かぶった地雷やんけ。そんな恐ろしいもん義務教育に仕込むなや。情緒生み出すどころか大人への不信感しか残らんわ。現実の先生たちに謝れボケ。不合！私の華麗なる社会批判がおかんの強烈な生活の知恵と保護者目線で完全論破されてゆく。にゃん、本日はこれにて強制シャットダウンですぞ。